皆さんこんにちは、藤です。このチャンネルは日本語の勉強をしている方へ向けたチャンネルです。リアルな日本の文化や私の身の回りで起きたこと、日々感じたことなどをゆるーくお話ししていきます。学校で習わないような自然な日本語をお届けするので、皆さんのリスニング力向上に少しでもお役に立てたら嬉しいです。いきなりですが、皆さんは苦手な人に対してどんな対応を取りますか？誰しもね、この人苦手だなっていう人いると思うんですけど、そういう時にどういう心の持ちようでその人に接するかとか、どういう行動を取るかとかは結構個性が出ると思います。このエピソードでは一般的に日本人がどういう対応をするのか、あとおすすめの対処法をお話ししていこうと思います。日本人は争いを避けるっていうイメージがあると思うんですけど、実際はどうなのかっていうところもお話ししていきます。私は結構ちょろいので、単純なので、この人嫌だなと思っても、その人がお菓子とかくれたりしたら、あ、いい人かもとか思っちゃうんですけど、そんな私でも苦手な人はいます。誰にでもいると思います。そういう苦手な人がいる場合に、日本人が取る行動を3つに分類しました。まず1つ目は、普通に接するっていう対応ですね。もう、普通。嫌いな人も嫌いじゃない人も、全く同じように接するっていうことです。日本では、誰とでも分け隔てなく仲良くすることが良しとされているところがあるので、その影響なのかな？やっぱり文化的に争いを避ける傾向はあると思います。あとは、自分はその人のことが嫌いだとしても、相手には嫌われたくないって思っている人もいると思いますね。二つ目のパターンは、距離を置くですね。これは一番多い対処法じゃないかなと思います。このパターンにも完全に壁を作っちゃう人と、相手に気づかれないくらい自然に距離を置く人といると思います。完全に壁を作る人は、その人にだけ敬語で話すとか、あんまり相槌を打たないとか、そういう態度で示して距離を置いていくっていう感じですかね。攻撃はしないまでも、あなたのことがあんまり好きではありませんよと態度とかで相手に伝えることでその人からの関わりをなくすっていう方法ですね。私は一つ目とこの二つ目のハイブリッドって感じですね。表面上は仲良くしつつ距離置きつつみたいな。こういうと怖いですけどね。苦手な人には普段は普通に接しつつも遊びとか誘われたら断っちゃうことが多いです。嫌いな人なんてできるだけ会いたくないですからね。相手を無理に変える必要はないし、自分が苦手な人のために変わる必要もないと私は思います。時と場合によりますけどね。ただ、その人を嫌いじゃなくなる、好きになる可能性もあるなって思っちゃうタイプなので、自分から完全にシャットアウトすることはないです。明らかに冷たい態度を取るとか、そういうことはしないです。三つ目の方法は、攻撃するです。これは、日本人ではあんまりいないタイプかなと思いますが、一定数はいるかと思います。
あなたのことが嫌いと伝えたりとかっていうのはあんまりないと思うんですけど、ちょっとトゲのある言い回しだったり、強い口調で話したりする人はいます。陰で悪口を言ったりして、その人を孤立させる、一人にさせるみたいなこともあるって聞いたことがあります。いじめとかもこれの延長線なんですかね。本当に良くないですよね。わざわざ争いを起こすの何って思っちゃいます。その嫌いな人に自分から関わりに行くってもはやそれ好きじゃないみたいな感じですよね。はい。ということで、日本人の苦手な人に対する対応3つご紹介しました。他の国出身の方は違う対応するんですかね。ちょっとわからないですけど、私が思いつく対応のパターンはこんな感じです。続いて、苦手な人に対してどう対応するのがいいのかっていうお話をしたいと思うんですけど、こんなエピソード取っといてなんなんですけど、私、苦手な人ってあんまりいないんですよ。なんでかっていうと、人には必ずいいところと悪いところがある。他人は変えられない。この二つを心の中で思っているからです。人に対する諦めみたいなものを持っていると、嫌いになったりとかはあんまりしないのかなと思います。ちょっと悲しいですけどね。あとは実体験として、さっきもちょっと言ったんですけど、最初、この人苦手かもと思っても、関わっていくうちにその人のいい面が見えてきたりして、その人のことを好きになったりした経験があります。なので、この人苦手って決めつけないことも大事かなと思います。さて、苦手な人の中でも、相手が自分に危害を加えてきている、何か嫌なことをしてきている場合と、何にもされてないけど、なんかこの人苦手だなと思っている場合で、対応は違うと思います。まず何もされてないけど、その人のことが苦手な場合は、難しいなと思います。私は、できるだけその人のいいところを見るように努力するようにしています。でも、うまくいかない時も結構あります。そんな時の一番簡単な方法は距離を取ることですね。世の中のすべての人と仲良くする必要はありませんから、離れられる状況であれば離れるっていうのは一番簡単な対処法だと思いますね。でもそうはいかない状況もたくさんありますよね。職場とかグループで仲良くしている友達とか家族とか、距離を取る以外の方法で言うと、相手に嫌なことをされた場合はおすすめの方法があります。嫌いな人というか、人にイライラしそうになった時に私がよくやる方法なんですけど、この人にはすごく辛い過去があったんだとか、この人は今幸せじゃないんだって勝手に想像することです。ちょっと性格悪いんですけど、その人の不幸な過去とか、満たされていない現状を想像することで、その人の嫌な行動を受け止める。そんな辛い過去があったなら、そんなに不安な毎日なんだったら、しょうがないよねって、かわいそうだねって思う。
これ、おすすめです。あと、面白がる。合わない人っていうのは、自分に似ている人の場合もあると思うんですけど、自分と違う人、違いすぎる人の場合も多いと思います。自分にとって理解できない行動をしたりとか、なんでみたいなことをしてきたり。だからもう面白がるっていう方法もいいと思います。その人を観察して、なんでこの人はこんな行動をとるんだ。不思議。次はどんな面白い行動を見せてくれるんだろうっていう見方をする。例えば、わざと嫌な意地悪な言い方をして怒ってくる上司がいたとします。そんな人に対しては、今日はどんな意地悪な言い方をして怒ってくるのかしら。こうかなって思うようにします。あと、これは私試したことなくて聞いた話なんですけど、ベンジャミン・フランクリン効果っていうのがあるらしいです。これはネガティブな感情を抱いている相手から頼み事を引き受けると、相手への感情がポジティブに変わる心理現象です。これには由来があって、ベンジャミン・フランクリンっていう政治家にはライバルがいたんですけど、そのライバルにあなたの本を貸してくれないって頼んだんですよ。そして本を貸してもらったら、そのライバルの態度が良くなって、二人は一生の親友になったっていう話です。本当にって思っちゃいますけどね。嫌いだと思ってたけど、頼み事を聞いてあげたんだから、本当は相手のことが好きなのかもしれないと思ってしまうんですって。頼られて嬉しいっていうのもあるかもしれないですね。嫌いな人に頼み事なんてしたくないわって思う人も多いと思うんですけど、もしできそうだったらやってみてください。そして私に結果を教えてください。とても気になります。私今嫌いな人が周りにいないので実践できないんですよ。最後に、嫌いな人が周りに増えたなと思ったら、自分が弱っている可能性があります。相手の行動や言葉をどう受け取るかはあなた次第ですよね。すべてネガティブに受け取ってしまうときは、あなた自身が弱っているかもしれません。いろいろ対処法をお伝えしましたけど、逃げちゃダメなんてことはありませんから、職場だとしても、学校だとしても、やめても大丈夫です。無理はしないでくださいね。ということで、本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。